雑談です。真犯人です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、朝やんボリューム23ですかがありまして、イケメンはつらいよということで、元ベイビーギャングの北見くん現北島の特集というか北島くんを掘り下げた回でありましたけども、北見くんを掘り下げた回でありますが、非常に面白かったというか、まあいろいろ誤解の多かった人生というかね、非常に本当に外録チャンネルで、大体のことは話されているんですけども、僕も本当知らなかった無免許運転で捕まって、黙ってたというか隠していたんですけども、それが裁判の時にたまたま阿蘇山大噴火さんが傍聴していて、それをラジオで言ったことで世間的に明るみに出て、それで吉本をクビになって、一時はというかね、もうどうでもいいやってなっちゃって自殺未遂をして、それから収監されてというのは本当壮絶な今こう簡単に言うとすごく簡単にというかね、あれなんですけど、それは本当にすごい人生で、それでもこう救われるというかね、数々の言葉によってとか周りの人によって今があるみたいな、すごくいい話だったんですけど、そこにね出てくるのがたけしさんですよ。ビートたけしさんがそういったいきさつを聞いて、じゃああんちゃんうちおいでよっつってね、救ってくれたというか、その時の言葉とかがすごくかっこよくてね、本当にすごいなと思いましたね。で、本当に子供の頃からこうイケメンで男前でねチヤホヤされてというか、いろんな面白いイケメンエピソードがあるわけですけども、本当にそういう話も面白かったし、でそんな中でもそういうなんていうんですかね、イケメンにはイケメンの辛いことがたくさんあるんだぞっていう話だったりとかね、みたいな、本当にすごかったなと思いましたんでね、ぜひねまだまだ2週間アーカイブでご覧になれますね。これはね本当に全てをね面白いところからそういう壮絶なところ、そして、現在に至るまでっていうところはね配信で見ていただくのが一番わかりやすいかなと思いますけども、本当にすごかったんで、ご覧くださいっていうか、そんなことをしておりました。それからねもっとそれほんと人望があるというかね、何でしたっけ、コンビ名忘れちゃったよ。もう一人ジュノンボーイのその子も吉本でもともとというかラフというねアイドルユニットみたいなエグザイルみたいなことを吉本がやってた時に、僕も何度かお仕事を、間接的にやってて北見くんのことも知っていましたし、でその無免許のことがあってすごくなんていうんですかね、誤解をしてたというかね、なんかすごい札付きのあるみたいなイメージがあったんですけど、全然そんなことなくて、それをねずっとそうやってあいつは男前だからとかそういうなんていうんですか、逆
売れてるというかね、でそれを本人も否定はしなくてね、まあ関わらずにやっていこうというかいうのがますますその誤解をのさばらせていたというかね、みたいなことがあったんで、僕も本当に勘違いしてた部分も多分にあったりとかね、そういったことを全部洗いざらい話してた回だったんで、本当に見ていただくのが一番ですが、みたいなことをやってる。本当に面白かったです。いや面白かった、そんなことをしておりました。でドラマの話いきましょうか。でね、またあれですよ、増井さんってね、エキストラの帝王の増井さんがまた来ていまして、そこでもお話ししましたけどもね、いや彼は彼でっていうかね、増井さんは増井さんで本当面白いんで、今度はね増井さんが出ているドラマはないのかな、最近ドラマ出てるというかエキストラに行ってないみたいなんであれですけども、こう増井さんが出てても不思議ではないというか、逆にドラマを見るときに僕はどうしても増井さんを探してしまう癖がついてしまったんでね、それはそれで問題でもあるかと思いますが、見ましたですわ。真犯人フラグ、これは毎週日曜日夜10時半からやってるやつですかね。日テレの西島秀俊さんが出てるドラマなんですけども、の1話目ですね。運送屋で働く西島さんの家族、奥さん役が宮沢りえさんで、新築の一戸建てを建てる予定地でとか、もう本当に幸せな家庭を築いているみたいなところで、ある日帰ると家族がまだ帰っていないで、あれなんかどっかに行ってんのかなみたいなんでこうなるんですけども、なんですかね、あっちこっち連絡しても帰ってない。しかもご飯は夜炊けるタイマーでね炊かれていたりとかで、おかしいって方々に連絡すると、息子のサッカークラブにね行ってたんじゃないのか。でもその日は雨なんでサッカークラブが休みになって、でもお迎えに行くのはね西島さんが行く予定だった。でもその日は雨で休みだったけども、で夜じゃあちょっとなんか忘れ物というかそこで いるんじゃないかって忍び込むみたいなシーンがあったりね。でそこでね一つ僕は思った夜忍び込むんですけども、鍵を開けようとしてね、閉まってるわけですから、こう鍵がかかってるっつって周りをこう探した時にね針金が落ちてるんですけど、そう都合よくなかなか谷本の前に針金なんか落ちてませんし、鍵をそれで開けようとするんですけど、当然開くはずもなくね。で一緒に行ってた人がブロックでガラス割って結局それで入るみたいなシーンがあってね、そこはちょっとなんかあれだなと思いながら見ておりましたけど、そんなんがあったりしたらサッカークラブの人が不審者が出るっつって見回りしていったところを捕まるというかね、見つかって、それでも事なきを得るんですけども、で警察に相談しに行っても警察はなんか半ば取り合ってくれないみたいなんで、同僚のあれは編集者ですかに、週刊誌の編集者の人にこんなことがあったっつってウェブで、事件を発表すると、炊飯器なんとか事件だっつってプチバズりみたいになって、これから捜査が始まるみたいな回で、最終的にこうこれドラマの第1話のオチになるんで、どうしようかな、伏せときましょうか。すごいことが起こってギャーと言って1話が終わるんですけど、これなかなかね。でホームページでね真犯人は誰だみたいなツイートボタンがあるんですけども、こんな1話見ただけじゃちょっと分かんなくて、でいろいろねYouTuber のプロビンさんっていう役で江本時生さんが出てたりね、これがまたほんでこの考察がねすごいんですよ。
写真を見てね、これ胸に刺さってるボールペンから亀山運送じゃないなんとか運送の社員だとかね、当てるんですが、その考察力がすごいんですよね。んで誰が怪しいのかみたいな一人ね、こう IT 系の社長が出てくるんですけど、社長役の人がこれが一番なんか怪しそうに映ってて、実は違うんじゃないかみたいなところとか、変なね猫おばさんっていうのが出てくるんですけど、これは怪しくないね、みたいなとかあって、これちょっとなかなか楽しいドラマが始まったなと思って、それからね、あの方が出てます、芳根京子さんってコントが始まるのね、大河さんの翻訳者役で出てた芳根京子さんがこれいい役で出てるんでね、これは本当に楽しみなドラマが始まったんで、ぜひね、これは日テレ系なんで Hulu か、TVer で見逃し配信がありますんで、ご覧になってみてはいかがでしょうかといった感じですかね。はい。コント運送屋ね、やっぱりどうも俺は本当にコントが始まるが好きすぎるんだわ。曲もそうですけどもね、あれに出てた人がね、他に出てるこうね、嬉しくなっちゃって見ておりますが、何でした、真犯人フラグ、これもね芳根京子さん出てますし、面白いね、本当にこれ面白いなと思ってたら、またこれあれですよ、秋元康さんプロデュースでねやっておりますので、ぜひご覧になってくださいといったところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。